はい、今回もお悩みいただいておりまして、ツボの移動はどうやってやるんですかという質問いただいております。正しい移動の仕方って相当難しくて、プロでもできてる人あんまりいないんですよ。すごい基礎中の基礎、処方中の処方だと思われるかもしれないんですけど、相当難しいです、これは。ちょっと動きの内容を確認していきますと、脇を開け閉めする内転外転っていう動作を使って移動していきます。これはユリでも一緒です。これが内旋外旋とか余計な動きが入ると思うように指が反応してくれないです。移動のタイミングがずれちゃう。例えば内転した時に外旋して内旋するみたいな、手先が遅れてくる、ふにゃんとしちゃうっていう人もよくいると思うんですけど、こうすると移動するぞって思った時に指先は移動してない。で、後から遅れて指先が来るっていう感じで、脳が今移動するぞって思った瞬間に指先が移動できてないっていうのはただの遅延になるので、これミスですね。こういう風になってしまうので、肩以降指先まで固めて内転する。内転しようって思った瞬間に指先はパンって移動してる。パンって移動してる。こういう状態を目指してください。で、それから移動速度って速ければ速いほどいいです。これ0秒が理想なんですけど、指先から火出るぐらい高速で移動してください。で、じゃないと、間のファからソにしましょう。4から6に移動するときに、ファでもソでもない音がね、出ちゃうんですよ。移動速度が遅いとニュアンっていう、ファとソの間の音が出てしまうので、ファ、ソ、ソってすぐ音出すんだったら、内転を超高速で移動しないといけない。なので、筋力の 120% 以上の力を使うつもりで、一瞬でシャッと移動すると、目的の音以外の雑音、ノイズが出なくなりますと。で、よくあるケースとして、ツボを押さえてる力、握力、ピンチ力を弱めてしまうとか浮かしてしまう、完全にゼロにしてしまう人がいるんですけれども、これ NG です。音切れちゃうんでね、ボソボソしたバツバツした演奏になってしまうんで、移動中も三味線を握り壊すぐらい、もうリンゴ潰す時のグシャーってこの力のまんまシャッシャッってこう移動します。で、それからタイミングで、このタイミングっていうのが一番難しいです。3でもない限りだいたい8分音符っていう音階で移動すると思うんですよね。トン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 12341234、3の糸でも123412341234っていうタイミングで移動すると思うんですけど、この時8分音符のジャストのタイミングで移動してください。で、この移動のタイム感がね非常に難しくて、どうだろう、全国でも10人20人いるかいないかぐらいですね。大会とかで見てもできてる人は 2,3 人いたら多い方ってぐらい難しいです。皆さんYouTube で、0.5 倍速とかで大会とか見てください。A クラスの人とかでも右手が叩く前に左手が次のツボに到着してから打ってる。すくいなら到着してからすくってるっていう感じで、左手がフライングしてるんですよ。これはもう簡単に確認できると思うんで、これがジャストでパンパンでこう左手で右手がかっちり合ってる人ってなかなかいないです。これは相当難しいんですよね。で、これはやっぱ常々口酸っぱく言ってるんですけど、カウントしないと絶対にできない。まず自分が1、2、3、4って正しいタイミングで、カウントできてるか。で、その発声に合わせて、1、2、3、4っていけてるかどうかが合ってないと、これダンスみたいに正しい拍で正しい動作をしないと、当然合ってないので、ミスになっちゃいますという感じなので、必ずカウントして、そのカウントのタイミングで移動。1、2、3、4。これが1、2、3ってなってる人が多いんで、それ気をつけましょうねっていう感じです。で、最後にね、親指の使い方です。皆さん、3の糸でも1の糸でもいいんですけど、16のツボを押さえた状態で、左手だけで三味線ひょいって持ち上げてみましょう。で、親指で一瞬力を抜いて、14に落とします。で、12、10、9、6、4。っていう感じで、正しいツボで止まってみましょう。で、そうするとわかると思うんですけど、親指の腹、
これ離れてると滑っちゃいます。そもそも持ち上げるのも難しい上に目的のツボで止まれないんですよ。だからしっかり目的のツボで止まるためには親指の関節しっかり閉じてないと止まれないんです。つまり止まってる時も移動してる時も親指の腹ってのは絶対離れないんですよ。この親指の関節の動きより移動速度の方が速いんで、開閉してると間に合わないんですよね。なんで親指の腹は常に竿をギュッて握っといて、この力のオンオフだけで浮かすんじゃなくて、ちょっと抜くと落ちてくれる。ちょっと抜く、ちょっと抜く、ちょっと抜く。で、また握るって感じですね。ってやると、これ3の糸も一緒です。スッ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 っていう感じで、使っていきます。以上のことができてれば、移動に関するミスはなくなります。で、それでも外すようであれば、視線が悪い。例えば、今4引いてて次9の壺に飛びたいっていう時に4見てたらダメなんですよ。次の移動先の9を見据えてそこにパッて手を持ってくれば大抵の人は外さないんですけど、今引いてる左手を見ちゃってる。で移動と一緒にこうやって顔と左手がね一致してる人が多くて、これだと当然視線ブレるんで、ここに手を持ってくるぞっていう目標が定まってないんで行き過ぎちゃったり届かなかったりしてるっていうのが多いです。なんで次行くところを見ときましょうということですね。あとはすりの音が出て気になっちゃう。冒頭話しましたけれども、ニョインって4から6に移動したいのに4と6の間の音のすりの音が入ってしまう。でこれやっぱり移動のタイミングが悪いだけなんですけど、それを嫌って指を浮かしてしまうともう二重苦、タイミングも合ってないし音も切れてるしっていう最悪な状態なので、指を浮かして音を切ることで解決するんじゃなくて、指はやっぱり言った通り 100% の力でギュッて握ってて、で移動の速度もシャッて一瞬で4から6の間をもういかないように6まで一瞬でパッて切り替わるっていうのと、そのタイミングがちゃんと右手と合ってないと叩いた後に移動したらターンって出ちゃうんで、タン、叩きなりすくいなりと同じタイミングでちゃんと8分音符で移動すると間のすりの音っていうのはなくなります。そうだから譜面って使わなきゃいけないんですよ。これ譜面使わないと移動のタイミングが8分音符なのか16分音符なのかとかそういうことが曖昧になってくるんですよね。ちゃんと1じゃなくて1、2のタイミングでいくんだぞとか、そういう拍の概念がだんだん曖昧になってきてしまうので、いつまで経っても合わないと。だから8分音符で移動するはずなのに、すりの音が入っちゃうってことは、16分音符のタイミングで移動してるってことが多いんですよね。先ほども言いましたけど、1、2でいくと、叩きと6の移動がタイミングが合うのに、1、のタイミングで移動してる。1、2ってなると、吸って叩きっていう。譜面にすると、もう全然違うフレーズを弾いてるんですよね。もう譜面からして違うフレーズになってるんで、そりゃ違う音出ちゃうよねっていう感じなんで、しっかり譜面を見て、譜面通りのタイミングで移動しましょうっていうだけの話なんですね。こういったことで、こういうエラーを防げますね。さあ、ということで、移動に関しては網羅できたかなと思います。これでもまたできないとか何か疑問があるようでしたら、コメント欄の方でお申し付けください。それでは。